はいどうも皆さんこんにちは。スターディの河野玄斗です。今回は過去分詞の完全攻略。過去分詞 go went gone の gone とかですね。あと put の put ですね。例としてちょっと良くないんですけど、その go went gone で言ったら go は現在形、went は過去形。現在形とか過去形とかって言ったら大体名前でなんとかわかるじゃないですか。現在のこと言ってる動詞なんだな、過去のことを表す動詞なんだなと。じゃあガーンの過去分詞って結局何なのっていうことですよ。いろんな用法ありますよね。例えば have プラス過去分詞で現在完了形だったり、あとは be 動詞プラス過去分詞で、受動体ですね。そういったものがあると。いろんなものがあって、しかもいろんな用法、形容詞的用法とかいろいろあるじゃないですか。そういったものを全てですね、うまくまとめると2ポイント押さえておけば、これ過去分詞っていうものはこういうもんだなっていうことが分かるということですね。今回はその2ポイントについてしっかりと解説して、なんか過去分詞ってめちゃめちゃ簡単じゃんっていうことを分かってもらえればいいかなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それでは過去分詞を完全攻略していきましょう。はい、過去分詞。さっきの例で言うと go went gone。この gone ですよね。はい、こういう形。要は、動詞を変形させたものなんですよ。動詞を変形。なるほど。go っていうのが現在形。原型ですよね。動詞の原型があって、それを過去の形にする。要は、行くだったら、行ったになるわけですよね。はい、これなんとなく went わかるじゃないですか、過去形。じゃあ過去分詞は、この動詞の行くと go をどういう風に変形したものなのかっていうところがポイントなんですよ。で、その過去分詞が出てくる幕っていうのはいろんなところがあるわけですね。例えば、はい、have プラス pp。過去分詞のことをですね、pp って訳すことが多いんですよ。past participle ですね。この past participle の pp を取って、過去分詞を pp と訳すことが多いんですけど、have プラス pp で、これ現在完了形と。他には be 動詞プラス pp で、これ受動体ですね。他にはいろいろ形容詞的に使われるみたいな感じで、こう言われたりしますよね。はい、いろんなこういう形があるんですけど、もうこれ2つに分けて考えていきましょう。どういうふうに分けるかというと、はい、現在完了、はたまたその他。もうこれで全てですね、もうマスターできちゃいますね。はい、現在完了形っていうものがまずあった上で、その他っていうふうに考えていけば、もう過去分詞マスターです。はい、じゃあ実際に見ていきましょう。はじめに、はい、現在完了形 have プラス pp ですね。この形について見ていきましょう。これ現在完了形なんですが、実はですね、もう別の動画で解説してるんですね。詳しくはですね、そちらの動画を見ていただければもうマスターできると思うんですけど、ここで簡単におさらいしますね。例えば、はい、he went to America と he has gone to America のこの2つの文章。違いは went か has gone。すなわち過去形か現在完了形かなんですけど、この文章のニュアンスの違いっていうのがあるんですね。どういうニュアンスかというと、まず過去形っていうのがどういう時制か。それはまさに過去ですよね。この過去、ある過去の一定の時点でアメリカにいましたと。彼はアメリカにいました。だから例えば he went to America 3 years ago とかだったら3年前っていうある過去の時点でアメリカに行きましたというふうになるわけですよ。じゃあ he has gone to America こういう現在完了形だとどういうニュアンスになるかというと、同じく現在があるんですけど、これがですね、過去形はここの過去の一点なのに対して現在完了形はこういう時制になるんですね。要は、この現在っていうものを起点として、はい、この起点と、あと幅のある時間。この起点と幅っていうのが2つの完了形の要素になるわけですよ。現在完了形だと現在。すなわち起点が現在の分にあるわけですね。現在完了の現在が。で、完了形。この幅の中で、
行われたと。だから he has gone to America っていうのは結局現在なんですよ。現在にこう主眼があって、その上で彼はアメリカに行ってしまった。つまり今はもういませんっていう今に起点があると。意識がある。今はもういないよ。行ってしまったからね。っていうことになるわけですね。こういうふうに完了形、行ったっていう、その完了の中に今はもういないっていうニュアンスがあるわけですね。ちなみにですね、同じく行ったことがあるっていう経験もですね、完了形で表せるんですけど、これは gone じゃなくて been を使えばいいというのは、一応現在完了形の復習としましょう。はい。で、とりあえず have プラス pp。これがまず一つの用法なんですね。簡単に言うと、はい。動詞の一つの時制に過ぎないんですよ。現在形とか過去形とかいろいろある中で現在進行形とかですね。そのうちの一つ。はい。現在完了形、完了形っていう一つの時制に過ぎないというわけなんですね。じゃあどういうニュアンスの時制かというと、こういう起点があって幅があるもの。それは他の動画でも説明した通りです。よろしいでしょうか。っていうのが一つの用法としてある。で、これがあった上で、その他ですね。それ以外の用法っていう風に押さえておいてもらえば大丈夫です。はい。それ以外、その他。これはですね、簡単に言うと、はい、過去分詞のうちのこの分詞の方がもうキーワードになってくるわけですね。はい、この分詞っていうのは何かというと、形容詞ってことですよね。はい。もう形容詞、過去分詞は形容詞なんだっていう風に押さえておいてもらえれば大丈夫です。もうだから分詞、分けられてるわけですね。分化していく、どんどん分かれていく。最初動詞だったものが動詞から派生して形容詞に変わっていきました。っていうイメージでもう大丈夫です。もう過去分詞、形容詞だよねっていう風にやっていけばいいと。じゃあこの過去は何って言ったら、あまりですね、過去に引っ張られない方がいいですね。むしろ受け身分詞っていう風に考えた方が分かりやすいです。はい。過去分詞はですね、一般的に対となるものが現在分詞と言われるものですね。これは現在分詞っていうのは、なんとか ing、going とかですね。これ go だったら going、be だったら being とかね。ing をつけるものですね。これと対をなす。その意味で過去、現在と過去っていう風につけられてるんですけど、要は、これ現在進行形っていうものを作れるじゃないですか。こっちは、完了形っていうものを作れるじゃないですか。で、完了形は何々したっていう、過去のイメージがあるから現在分詞、過去分詞ってなってるわけなんですけど、その過去分詞的の過去の部分は、ある側面であって、一番わかりやすいのは、もう受け身分詞って言った方が簡単ですね。もうわかりやすい。だから have プラス pp 現在完了形を作る。あとその他は基本的にもう受け身の形容詞だというふうに思ってもらえばいい。受け身ってどういうことかというと、受動体ですよね。なんとかされる。なんとかされるっていう形容詞だというふうに思ってもらえば大丈夫です。例えばですね。はい。she is beautiful ってあるじゃないですか。彼女は美しい。これ、beautiful の部分が形容詞になってくるわけですね。彼女は美しい。じゃあ他には、例えば she is tall とか。彼女は背が高い。なるほど。他にははい。she is exhausted。はい。exhausted。これがですね、一応 exhaust。こういう動詞があって、これ疲れさせると。疲れ果てさせると。そういう意味の動詞ですね。これは品質なのでしっかり押さえておきましょう。この疲れ果てさせるっていう動詞の、過去分詞形。つまり、彼女は疲れ果てさせられたってことですね。彼女は疲れ果てさせられたわけですよ。つまり、疲れ果てているっていう意味になるわけですね。疲れ果てさせられたということですよ。受け身的な意味ですね。これだから be 動詞プラス過去分詞みたいな形で受け身っていう受動体っていう風に捉える人もいれば、これ exhausted ってもはや形容詞化してて疲れ果てているっていう形容詞になってるっていうような表現をする人もいるし、ぶっちゃけもうどうでもいいんですよね。そんな表現。別にアメリカ人が、これはですね、形容詞になってますね、みたいな感じで思うわけないじゃないですか。もうどっちでもよくて、もうニュアンスのイメージさえ分かればいい。なんとかされるっていう形容詞として使われている。だから exhausted は疲れ果てさせられた。だから疲れ果てているっていう意味に
まあ、遠回りしてなるという意味ですよね。まあ、遠回りでもないですし、そういうふうに考えていけばもういいと。She's beautiful, tall と同じノリで exhausted 疲れ果てさせられたという感じで考えてもらえば大丈夫なんですよ。なんとかされたっていう形の意味を持った動詞の形容詞版っていうことですね。動詞疲れ果てさせるの形容詞版が疲れ果てさせられたっていう意味を持つ形容詞だというわけなんですね。よろしいでしょうか。だからまあ何でもいいんですよね。他には、はい。This bag was made in Japan。これもですね、受動体ってやつじゃないですか。要は原型メイクがあって作るですね。作るを過去分詞の形にして B 動詞プラス過去分詞にすることによって受動体みたいな感じですね。まあなんか受動体なんかいろいろ言ってるけど、もうどうでもいい。もうそんなことどうでもいい。だから要はこの made っていうものは形容詞 beautiful と一緒。tall と一緒。もう made っていう形容詞だって見てあげればもう一発ですよね。作るっていうものの、まあその形容詞版。受け身の意味を持たせた形容詞版ですね。作られるっていうものの形容詞版。だから作られたっていう形容詞になるんですよ。このバッグは作られた。まあ was だから。まあ was beautiful だったらこのバッグは美しい。みたいなのでこのバッグは作られた。だけで終わり。みたいな感じ。だからもう形容詞として見てあげれば瞬殺ですよね。なんか受動体って B 動詞プラス過去分詞でとか考えてるかもしれないけど、まあそれはそれでですね、その作り方っていうものを押さえておくっていうことは、基本を押さえるっていう意味では重要なんですけど、もう文章を読んでいく中で、あ、ここがこうなってああなってとか何も考えずに、もうそのままスラーっと意味が通るように読めなきゃいけないんですよ。そういった時に、なんかメイル過去分詞かとかなんかいろいろ考えずに、もう形容詞作られたんだっていうふうに簡単に理解しなきゃいけないというわけですね。じゃあ、これ過去分詞っていうのがあったわけじゃないですか。一方で現在分詞って何者っていうところに軽く触れておきましょう。はい、現在分詞と過去分詞。現在分詞はなんとか ing。過去分詞は、なんとか ed としておきましょう。本当はですね、不規則変化とかもあるんですけど、対比としてね、などの方がいいかな。はい。現在分詞も過去分詞も結局は形容詞だというわけですね。これ形容詞だと。過去分詞は have プラス pp で現在完了形を表すことがあるわけなんですが、基本的にはですね、形容詞として考えていく。じゃあ意味が違うだけなんですね。何が違うかって言ったら、こっちは受け身ですね。何とかされるという意味になるのに対して、こっちは能動的な意味ですね。何とかするとか何とかしているとか。だから B 動詞プラス ing で現在進行形になるのは何とかしているっていう意味が加わるだけなんですよ。もうこれで全て完了というわけなんですね。完了形だけに。はい。今の何でもないですね。はい。じゃあここで問題です。I am なんとかのところに excited と excited どっちを入れるかっていうふうに考えたとき、もうこれさえ分かってれば一発ですよね。まず完了形じゃないから、もう形容詞的な意味で使っていると。で、exciting, excited。これを形容詞的に使った場合、どういう違いがあるかっていうと、はい、exciting だと、要は何とかする。excite っていう動詞。興奮させる、ワクワクさせるっていうものの中で、ワクワクさせる側なんですね。一方で excited になると、ワクワクさせられるっていう受け身になるわけですよね。受け身。じゃあ、私はワクワクさせているのか、ワクワクさせられているのか、どっちだろうってなったら、基本的に excited ですよね。よろしいでしょうか。だから、人はワクワクさせられてるわけですよ。何かによって。つまり、例えば、the game is exciting とかあるんですよ。ゲーム。そのゲームはすごいワクワクさせるものだよねと。ただ、the game is excited って言わないですよね。なぜかというと、ゲーム自体がワクワク、なんかゲームが勝手に喋り出して、ワクワクしてきたみたいなことを言ってるみたいなことですね。そんなことはないと。ゲームをする側の人がワクワクさせられるのであって、ゲーム自体をワクワクさせる。だから、the game is exciting と。だから I am excited っていうのが普通。僕の場合はですね、基本的に人をですね、ワクワクさせる側の人間なので exciting が正しいんですけど、これはですね、I が誰を指しているかによりますね。はい。exciting。これははい。僕の動画、はい。すいません。はい。ということで、こんな感じで、まとめに入ると、もう完全にですね、もうこれに尽きる。
have プラス pp かその他。で、have プラス pp はもう結局一つの時制に過ぎなくて、完了形っていうものを表す。起点があって幅があるっていう時制に過ぎないし、その他の方は、結局過去分詞ですね。過去分詞っていうものは分詞は形容詞を表していて、どういう形容詞を表すかというと、受け身的な形容詞なんだっていうだけ。もうこの2つを押さえておけば、もう完璧に全部理解できると。何も困ることはない。もうそれですんなりと文章が読めるはずです。まあ、一応ですね、補足として、これ本当にちっちゃな補足なんですけど、be 動詞プラス自動詞の過去分詞ですね。はい。be 動詞プラス自動詞の過去分詞の場合に完了形を表すことがあるんですよ。完了形的な意味。まあ、これだけ、まあなんかあるんだなっていう。でもほとんどね、使われないし、結構古い表現だったりもするので、まあ、なんか、例外もちょっとあったりするのかなって思ってもらえればいいんだけど、もうこれだけ押さえとけばもうほとんど、もう 99.9% 大丈夫だから、もうこれだけ押さえておいてください。はい。まあ僕、I am exciting なんですよ。まあ、まとめはね、一番大事なところが I am exciting。はい。ということで、exciting。まあ、皆さんの場合、excited ですね。excited だったわっていう方は、ぜひですね、チャンネル登録、高評価お願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。